はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2025年の上半期のテーマをタロットで見てみたいと思います。これは1月から6月まで順番にどうなっていくよっていう話ではなく、半年間の中でどんな学びがあるのか、何が一番キーになっているのか、鍵になっているのかっていうのを自分自身のことやお仕事や人間関係やお金のこと、恋愛なんかをそういったいろんなジャンルにおいてどこが一番ポイントだよみたいなのを見てみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ちょっと無言になりますね。はい、上半期のテーマはカップ7の逆です。そうか、そうですね。ちょっとまず星の話ですが、2025年の前半っていうのは家の中のこととか自分の意識とか精神的なこととか、そういった自分の基盤っていうものが整えられるよっていう時なんですよね。でこれはもうすでに2024年の後半から始まっていますので、何かしらそういった変化を感じていらっしゃる方も多かったんじゃないでしょうか。なんか本当この1年大変だったけど、でもこういう形で収まっていくのかなみたいなのが少し見えてきたりとか、きっとこういう形がベストなんだろうなみたいなのが分かってくるみたいなね、ちょっと落ち着いてくる、本来の優しい魚座さんのエネルギーっていうものがちゃんと整っていくよみたいな感じ。逆にその整う前に少し荒れましたみたいな方もいらっしゃるかもしれないけど、必ず鎮静してきますのでね、その流れが2025年の前半もまだ少しあるんです。要するに人生の基盤を整えるっていうところに光が当たってるよっていうのが星で見るとですよ、あって、でなおかつ来年というか2025年の3月ぐらいにはそのご自身のお金とか価値っていうもの、今まで大事にしていたものに関しての何がちょっと変更があるみたいなんですね。3月4月にそういうお金の変更があり、さらに5月末にも何かしらそのきっかけが決定だみたいなものがあり、そして7月にさらにさっき言った自分のベース、家の中のこととか住む場所とか、なんかそれが急に変わる気がします。急にってもちろん皆さんが計画立てないと引っ越しとかはしないですけど、なんか家の中のこととか無意識とかが何か変わるということは、この自分のベースが整うっていうことによってあらゆるその可能性っていうのが出てくるんですよね。でも一番それが言われてます。今までずっと心配していたこととか、それも落ち着くわけです。自分の基盤が整うから、この形で私はやっていけるんだなとか、ここに住むんだなとか、そういう感じ。でカードで見た時にやっぱキーカードがはっきりしなかったことや可能性というものをたくさん見えていた可能性の中から、やっとはっきりすることができるんだよって、やっと真実を見ることができるんだよって感じで言われてると思いました。本来のこのカップの7っていうのはすごく夢いっぱいとか希望がいっぱいとか、何がどうなのかわからないなみたいな、そういう感じもあるんですけど、その中の一つ不確かなものがちゃんと分かるよっていうふうに言われてます。それによってより一層安心して自分の基盤というものを整えていけるんだと思うんですね。で魚座の皆さんご自身はまだ揺れてると思います。ここでソードの2の逆が出てるので、やっぱりこっちの方がいいのかな、こうすべきなのかなって、それが例えば他者の人間関係を通してだったら、他者のことを思うならここは厳しく言った方がいいのかな、それとも優しく言った方がいいのかなみたいな、全く相反するアプローチで自分がどうしたらいいのかを迷うとか、自分がどう自分に厳しくもう絶対こうなんだって言い聞かせて自分を律するのがいいのか、それとも自分の感情のままにたまには違うことしたっていいじゃないみたいに自分を許すのかみたいな、そういうのでも揺れていそうな感じがします。でもそれはね、
いいんですよ、人間なんだから揺れたって感じで。でまあもう一つやっぱり5月の25日から土星がずっと魚座にいた土星がお羊座に入るということなので、5月25日までの間に何かを卒業するんだなって思うんです。でその何かもはっきりしますし、自分の居場所も確定しますし、揺れてる気持ちがあったとしてもそれは落ち着いていくよっていうふうに思っておいてください。なので一つやっぱり5月25日までに何を卒業したいのかなっていうのを想像してみるととてもいいと思いますよ。ぜひ皆さんそれをコメントに書いていただけたら嬉しいです。何々を卒業しますとかでもいいし、または2025年の前半は絶対こうしたいんだみたいな思いがある方はそれを書いていただければ、もう絶対にそれが叶いますようにと願いながらハートボタンをポチッと押していきたいと思います。そうだね。でそれからちょっとね気をつけてほしいことがいくつかありまして、まず一つはその魚田さんってやはり同調するのが得意ですから、その今の環境に溶け込むとか相手のニーズに合わせるとかっていうところで本当に落ち着くんですけども、2025年のテーマっていうのがみんな一人一人が自分のその自立っていうものを促されてる、自分で考えて自分で選んで自分で作っていくっていうことを迫られるシーンがいくつかあるはずなんですよね。でそれが魚座さんはやっぱ怖いって感じがするんです。もし自分が決断したことや選んだことが間違っていたらどうしようとか、それによって相手に他者に迷惑かけたらどうしようみたいな、そういう恐れがすごくありますが、それは単に自分から生まれている恐れなだけであって、本当に他者を傷つけたり他者から傷つけられるということはないんですね。なので心配しすぎないでください。自分が決めてやることによってもし悪くなったらどうしようという心配はしないでください。常に今のこの状況の中で起きてることがパーフェクトなんだと思ってこの現実を見てみてください。なのでね中にはちょっとお子さんのことを心配するっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。なんかやっぱお子さんとかね、そのパートナーとかって自分のことだったら自分で何とかできるけど、その他者のことを変えることっていうのがなかなか難しいので見守るしかないとか、そういうのもあるのかもしれませんね。でもやっぱり心配するより信じる力の方がよっぽど相手にとってはプラスになりますから、すごく対照的ですよね。自分がそのことを心配しているよりももう大丈夫なんだっていうふうに、光は必ず届くんだっていうふうに思っておく方がよっぽどいい結果につながるような気がします。それともう一つやはりね、他者からどう思われるかっていうところに関しても心配しないでください。まず人間関係のところなんですけれども、1対1の関係性においてはコツコツとこれからも自分ができることをやっていきますというようなカードが出てるんですね。だから一緒に楽しむとかワイワイっていうよりは淡々と相手にできることを自分にやる、それが自分の愛だみたいな感じもあれば、自分で自分のことをしっかり保つっていうことが相手への間接的な恩恵にもなるみたいに思ったりとかして、淡々とやっていっています。ただ向き合っているのかって言われると、今魚座さんが思っている人と直接対面で向き合ってるって感じはないんです。間接的に向き合ってるって感じがします。これは他者との関係でちゃんとね向き合って交流を取ってるよっていうカードが見えないところで出ているので、本当はお互いに思い合っているとか、遠いところからちゃんと分かっているとか、お互いに連絡が取らなかったとしてもちゃんとお互いにその今の状況分かってるよとか、本当は通じてるんだよみたいなのがあるんですね。だからリアルに対面で会いますかって言った時あんまり会ってない感じがします。コツコツそれぞれが仕事をしてるとか役割こなしてるっていう感じなので、心配しないでほしいっていうのは、自分が決めたことで何かの関係性が壊れるんじゃないかとか、相手にどう思われるんじゃないかっていうのは全然気にしないでください。そしてもしもですけども、この5月25日までに何かを卒業するってなった時に、誰かとの関係を卒業するんだっていう方はそれでいいです。それによって相手が悪くなっちゃうんじゃないかとか、自分はもう誰も頼る人がいないんじゃないかっていうふうに思う必要はないです。それぐらい強いインパクトを持って、その誰かに認められることや誰かとつながることや評価されることを恐れないでくださいっていうふうな強いこれはメッセージが来てます。だから人間関係どうなのって言われたら、深いところではあるんですけど、表面的にはあんまりそれが出てきてないっていう感じがあり、要するに例えば普段話す人とか普段関わって話をする人とかは全然仲良くできるし、なんなら普段そういった優しいやり取りとかもあるし、
それはそれでいいんですよ。そして見えないところではちゃんと通じ合ってるとか、ちゃんと魚座さんのエネルギーに合った人とマッチしてる人と向き合えるように宇宙はちゃんと整えてるよみたいなのもあるし、全然人間関係悪くないんですけど、魚座さんが求めているような二人っきりの世界とか、こうね、何か強い信頼で肉体も体、精神もつながってるんだみたいな感覚っていうのは少し前半は感じにくいんだと思うんですよね。まあそれはもう後半までのお楽しみにしといてください。2025年の後半っていうのはやっぱり特に7月7日以降っていうのはもっとその自分の基盤っていうものがはっきりしてくるし、突然なんかチャンスが来るみたいなのもあるし、もうその頃っていうのは木星もね蟹座に入っていて、恋愛楽しんでいいんだよとか、もっと自分を認めていいんだよみたいな流れになってくるので、出会いに関しては実は後半の方がいいんですね。でも前半も決して悪いわけじゃないので、お互いのことをしっかりやろうみたいな感じで。そしてお仕事のことなんですけれども、仕事としてもコツコツとやることはやっていけます。やっていけるんですが、なんとなく気持ち的には仕事から離れたいのかなって感じが出てます。お仕事の中でソードの4が出ているので、なんか仕事をして社会的に成功するとか、もっと地位を上げていくっていうことに今重きを置けないんでしょうね。そこじゃないんだ一番求めてるのはっていう感じなのかもしれません。だから仕事は少しお休みしたいとか、ちょっと社会からは離れてもいいんだみたいな感じですね。いいと思いますよ、それで。そしてただソードの4っていうのは本当になんかちょっと動いてないっていうかね、ちょっと保留みたいな感じがあるので、実際に少しお休みを取って会社から離れるとか仕事から離れるって方もいらっしゃれば、仕事はしているけれどもガツガツ頑張るというよりも静かにもう最低限のことだけでいいやぐらいの感覚で仕事をするとか、そういう感じで情熱っていうものはあまり仕事に向いてないなっていう感じなんです。そうね。そしてだからなのか経済的なことっていうのは、その仕事を頑張って得られる経済っていうものはあんまり期待してないんですよね。魚田さん自身もしてないと思いますよ。そんなにば生活としてやっていかなくちゃいけないから、働いた分はもちろんちゃんと入ってきます。ただ何かやっぱここでジャッジメントの結果が出ているので、もし何か投資話とかこれって当たったら大きいんじゃないかなみたいなものに関してはあんまり期待しない方がいいですね。それはやっぱりそれも2025年の後半の方が強いです、そういう運は。はい、それで一番光ってるのはやっぱり自分の心が落ち着いてきますねっていうところと、あと何かその専門分野、自分が探求したいこととか、これまで勉強してきたこととかやってきたことをもうちょっとそこに負荷をかけてやっていくのかなって感じがします。そうすることによって自分自身の人生全般がちょっと上がる感じがするんですよね。グループとか団体とかそういったものに関しても悪くないですよ、全然。ただ気持ち的にちょっとだけ揺れるので、グループとか団体もどうしようかなみたいなこと思うかもしれませんが、それどっちでもいいんです。どちらを選んでも悪くない。なので一番言われてるのは、自分がリーダーシップを取って自分の人生を決めていくっていうことに恐れすぎないでねっていうことと、そしてはっきりしなかったことがはっきりし始めるよと。それによって自分の土台基盤っていうのは今しっかりと整えられてるところだよって。そして今はまだわからないかもしれないけど、潜在的にいるパートナーっていうのがあるので、それが後半2025年の後半から出てくるかもしれませんね。はい、ということで何かしら参考になりましたでしょうか。もし参考になったよという方はぜひいいねボタンやコメントで教えてください。またさっきのね手放したいこととかもそうですし、また2025年絶対叶えたいということがあればそれも書いていただけると嬉しいです。ということで最後にもう一枚引いてみましょう。与田さん2025年前半はこれかな、やっぱり一番出たのはジャーニーガイドということで出てきましたので、ぜひチェンジンロケーションということで、やっぱり自分の状況を勇気を持って変えてくださいっていう感じがした。でちなみにですが、あとパラパラっと出たのはこのね、深みからちゃんと上がってくるよっていうカードとか、あとこのキンシップというね、家族や親しい人はちゃんと応援してるよって感じのカードが出ています。はい、ということでここまでにします。ぜひ2025年の前半、魚座の皆さんにとって有益な時間になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。